こんにちは、さきです。今、大阪のホテルにいます。明日はライブに行くので、少しバタバタしてます。横断歩道を渡る。ゴミを捨てる。今日はたこ焼きを食べに行きます。その後にネカフェに行きます。大阪でたこ焼きを食べ忘れたので、東京で食べます。たこ焼き屋さんに行く前に渋谷109に行きます。アクセサリーショップに来ました。このお店知ってますか？今日はここで買い物します。300円で可愛いアクセサリーが買えます。日本では3COINSとかこういう300円ショップが人気です。ヘアクリップもあるし、イヤリングも本当にたくさんあります。リングを見てたんだけど、買いたいって思ったほとんどがサイズが小さかったです。買えない。かわいいヘアクリップを見つけました。色が好みだったので、これを買いたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しそう。うまっ。一番小さい6個入りを頼んだけど、美味しすぎてもっと食べたくなりました。もし来たらみんなは8個入りを頼んでください。あと店員さんがすごい優しかったです。たこ焼きの値段は770円でした。どうやって支払えばいいでしょうか？500円玉1つと100円玉が2つと50円玉が1つ、10円玉が2つです。ネカフェに来ました。前に1回だけ行ったことあるんだけど、そのお店よりめっちゃ綺麗です。大きいテレビがあります。リモコンでテレビをつけます。スリッパやブランケット、ライト、鏡があります。クイズです。四角に入る言葉はどっちですか？答えは洗うです。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。シャワーを浴びます。このシャンプーを使います。シャワールームはこんな感じです。私、前に夜行バスに遅れたことがあって、一回だけネカフェに行ったことがあります。そこもすごい綺麗だったけど、ここは段違いで綺麗です。びっくりしました。また来たいです。ちなみに値段ですが、6時間で2600円くらいです。シャワーは30分で500円でした。
日本はたくさんネカフェがあるけど、比較的どこでも値段は安いです。あ、今使ってるのはこれです。これすごいいいです。セールの時に安く買いました。ここにはかき氷やアイスが食べ放題です。そして雑誌や漫画も読み放題です。サンリオショップに来ました。どれも可愛いです。やばい。これはヘアクリップです。これはヘアコームです。もう全部欲しいです。私はボールペンを買いました。値段はちょっと高いです。駅前のお店でワッフルを買います。列に並びます。最後の一つでした。ラッキーすぎる。少しシナモンの味がして美味しいです。漢字を書きます。この新しいボールペンを使います。最近私がみんなの名前を漢字にしたスマホ壁紙を作ってるのに気づきましたか？最近ハマってます。この動画が上がった後にインスタでリクエストを募集するのでチェックしておいてください。今は夏休みの期間だけど、勉強はどうですか？もし最近の勉強の目標があったら、コメント欄に書いてみてください。最後にこの動画の中で一番役に立つフレーズを教えます。私が視聴者さんと日本語で話してて、すごいネイティブっぽいと思ったフレーズがありました。それはです。これは何かを話す前に何を話せばいいか迷ってる時に使います。これを使うだけで一気にネイティブっぽくなります。ぜひ使ってみてください。四角に入る言葉はどっちですか？実はこの動画は後編なんです。まだ前編を見てない人は後悔するかもです。実際に注文する時のリアルな日本語とか買い物シーンを見てください。場所は大阪です。バイバイ。